に鏡さん、この世で一番美人は誰かしら。マリーさん、この世で一番の美人はあなたです。本当に？鏡は嘘を申しません。まあよかった。白雪姫はまだ生まれてないのね。また伸びちゃったわ、こんなに。エバクレームってのもあまり当てにならないわね。カミソリを持ってきておくれ。本当にこの間剃ったばかりだというのにもうこれなんだから。おや、ここもだ。まあなんて栄養が行き渡ってるんでしょう。私にはパントテン酸カルシウムとトンガラシチンキとかいっぱいあるんだわ。でも何も毛皮の周りだからといって自前で着飾ることもないのにね。カミソリはよく研いだ？はい、マリーさん。お月様が映るほどピカピカに。私痛いのは嫌よ。ゆっくりやってね。冬の最中のことでした。王妃は可愛らしい王女を産みました。生まれた王女は雪のように白く血のように赤い頬をして、おまけに黒炭のように真っ黒な髪をしていました。そこでみんなはこの王女のことを白雪姫と名付けました。動かないで。本は読んでいても構いません。私は無視されるのには慣れてます。本に焼いてるのね、あんた。グリム兄弟に限って、あれは本当は兄弟じゃなかったって噂です。いた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 。金谷はどうしてる？応接間です。例の蝶を取ります。また捕まえないの、あのグズ。今度のはすばしっこいやつでして、シャンデリアの影に止まったり大航海全書のページの間に隠れたりするので、坊ちゃまも音を上げていらっしゃるようです。いい運動になるんですよ。手を貸してやったりしてはいけませんよ。これは一人息子の母としてのしつけなんですよ。でもマリーさん、せっかく収集した蝶をわざわざ応接間に放して、それを坊ちゃまに追いかけさせたりするのはひどく無駄なことのような気もします。分かってますよ。教育やしつけってのは無駄なものに決まってるのですよ。それに窓は全部閉め切ってあるから、蝶々が外へ逃げ出す気遣いはないようにしてあるし。いつまで剃る気なの、お前。脇の下はいかがなさいます？やってもらおうかしら。でもその前にもう少しカミソリをよく研いでおくれ。捕まえてよ、捕まえてよ、マリーさん。マリーさんじゃないよ。お母さんだって言ったろ。お母さんって言ってごらん。お母さん。応接間の大草原はどうだった？迷子にならなかったかい？ミイロタテハを捕まえた。ミイロタテハを。いやまあ、それは南米アマゾンの蝶々だよ。ずいぶん遠くまで行ってきたんだね、お前。どうするのこれ？好きなように押し殺したらいいだろ。この間お前火にくべたって言うじゃないか。違うよ、あれは蝶じゃなくてガだったんだよ。ミイロタテハなんてめったに捕まらないんだから、大切に標本にしなくっちゃ。綺麗だな。世界中に何匹ぐらいいるんだろう？一匹。一匹たった？母さんが染めたんだよ。モンシロチョウに紅おしろいをつけた。せいぜい大切にしておくれ。さあ、カミソリはよく研いだ？はい、手が切れるほどよく。手なんか切らなくたっていいんだよ。慰謝料が高くつきますよ。この間に新聞を見てたらね、ニューヨークの猿財閥の猿お方がインパールの山の中で捕まえたオールリアゲハチョウ飛ばす会を開いたっていう記事が出ていたよ。オールリアゲハが見たいのか、それともよっぽど暇なのか。財界人、文化人、芸能人がなんと700人も集まったんだって。気象庁は朝から空気の乾燥度を調べ、風向きまで発表して大騒ぎ。はい、そっちの手。ところが昼から小雨が降り出して、オールリアゲハは飛んだご難にあったとさ。飛ばなかったのその蝶々？飛んだのさ。でも2メートルだって。たった？運命ね。哀れなもんだわ。たった2メートルの世界一周旅行。
いつまでそんなところに突っ立ってんのさ。向こうへお行き。向こう行って標本の整理でもしたらいいだろ。もうしちまった。きべりたて浜揚げ浜時も大赤星もみんなかい。全部ホルマリンで殺してまつげより細い針で止めてしまった。700の蝶々全部かい。もうすることが何もないんだ。ああ、じゃあ向こう行って休んでおいで。後でまた応接間の草原に新しい蝶々一匹放してあげるから。新しい蝶々、新しいのだったら標文蝶がいいな。雲形標文か裏木標文。さあ分野も満足だろう。だからもう向こうへお行き。半ズボンがよくお似合いだよ。僕はもう14歳になるんですよ。マリーさん。お母さんだって言ったらお母さんだって。だってグズなんだろあの子は。名誉ある男色ご宗家家元三代目毛皮のマリー様の一人息子だというのに、あれじゃまるでそんじょそこらの流しおかまそっくり。錦糸町か蒲田あたりの芸場になってもう少しマシな子がいますよ。そうだろう。私はそんなところには行ったことがございません。やっときれいになったわ。衣取ってちょうだい。はい。行ったことがなければ行ってみなくちゃダメよ。努力なしでは成功できませんよ。お前だってまだまだ知らないことが世の中にいっぱいあるんですからね。私午後から美容院へ行ってきますわね。それから東京文化会館へ行ってモーツァルトの交響曲41ジュピターのアレグリビバーチアレグリビバババーチを聴いて、アレグリビバババババーチですよ。それから帰りにマキシムへ寄ってオクスシュモールのお耳に入れておこうと思ったんですが、何シュモール、お家賃のことで。オクスシュモールのこの部屋のでございます。もう7ヶ月溜まっているそうで、今月中に生産しないと出ていただくそうでございますよ。家主がかなり強いまして、それに水道料金もガス代も電気代も全部まとめて支払っていただくと言っておりました。勝手に言わしときなさいよ。あの親父は金に汚いんだから評判の良くない男よ。でも今月末には。ああ、脇の下がヒリヒリしてきたヒリヒリしてきた。来ますよ。後のことは任せますよ。金夜は決して外に出さないようにしてね。今の世の中はあの子には刺激が強すぎますからね。それから寝室をきれいに掃除してシーツには香水を振りまいておいておくれ。もしかしたらたまらなくなるような毛のびっしり生えたいい男を一人連れて帰りますからね。そうそう、この間日活名画座の暗がりで私の手を握ってきたあの汗臭い単語作は自衛隊員だったのかしら、それとも船乗りだったのかしら。安いインクでした入れ墨で腕のここんとこが青くむくんじゃってて、またそれがまた何とも言えずびりきだったんだけど。マリーさん、それだけよ。あの夕べの男はどういたしましょう。夕べの男、あの快楽の絞りかす、天でだらしのない皮かむり、あの子まだ気絶してるんでしょ。花を加えたままで。水でもぶっかけてやんな。あの顔で単語が好きなんだってさ。甘い言葉なんかかけるとすぐ癖にするから叩き出してやった方がいいかもね。そう、
お前の好きな方法で追い出しておくれ。Elle a roulé sa bosse, elle a roulé carrosse. Elle a plumé plus d'un pigeon, la Marie Vison. Du côté de la Chapelle, c'est comme ça qu'on l'appelle. Même en été, elle a sur le dos son sacré manteau. Il est poupé au mythe. Et quand elle a la cuite, elle ne peut pas s'empêcher de raconter. いろんな学校があるんだよ、坊や。何も教科書を持って自転車に乗って行く黒板のある建物だけが学校だってわけじゃないんだよ。眼科院が学校だったり、酒場が教室だったりするんだよ。母さんの学校は刑務所だった。古臭いコンクリート建ての学校で、同級生は皆人殺しだの、スリだの、強盗ばっかり。でも母さんは刑務所に英雄だの冒険だのを探しに行ったんじゃない。真面目な勉強をしに行ったんです。お食べ坊や、テーブルの上のリンゴは食べていいんだよ。普通の学校じゃいいことしなさいって教えるだろ。あれはこういうことなんだよ。お前は嘘ばっかりついているから、せめてすることぐらいは本当のことをなさい。ところが刑務所で私が教わったのはあべこべだった。お前はいつも本当のことばかり言ってるから、せめてすることぐらいは作り物になさい。誰か来たよ。テープを止め。蝶々だ。チワーパピヨンあら一人だわ。話し声が聞こえたのに。君は私は誰かしら。実は私1ヶ月前からこのすぐ上の部屋に引っ越してきた女、さるやんごとなきお方の小指なのよ。まあこの部屋ったらムードね。ほらほらまあかわいい。まあこの池ワニでも飼う気かしら。貝は1メートルの絶壁って感じ。あまり引っかき回すとマリーさんに叱られるよ。マリーさんって毛皮のマリーのこと。かわいそうな9月の桜、ゲジゲジの毛皮。ババイってあんたの何なの。僕の親指。いい人。お母さん。私としたことがお長の勘がよじれるなんて、なんてお行儀の悪いことなんでしょう。おへいちゃん、あんたのお母さんだったの。そう。それは知らなかったわ。生みの母いる育ての母ね。飛んだ浪曲子守歌だこと逃げたにょ。とても優しくていいお母さんだ。いつもあんたを閉じ込めておくから。閉じ込めて。そうよ、いつもこっから外へは出ないんでしょ。それは僕が出たくないから。まあどうして。仕事があるから。仕事。蝶々の番をしてるんだ。700種の蝶々の標本を作ってる。時にはこの部屋の中で昆虫採集をすることもある。お母さんが蝶々を離してくれると、僕はホチワミで追いかける。するとこの部屋が南米のアマゾンになったり、そのバスが茶床になったりするんだ。もう茶床にさぞかしエッチな怪物が見られるでしょうね。僕は夢中になってミイロテテハやクモ型ヒョウモを追っていく。たった3メートルのこの雪場の中で、僕はマダガスカル島にも行ったし、インドにもエジプトにも
インカ大国にも行った。ずいぶん遠くまで行ったのね。さぞかし費用も大変だったでしょうね。全部お母さんがお膳立てしてくれた。だから本当は楽なんだ。でも僕は体が弱いから仕方がなかったのさ。偉い人の植物採集を思い出すようなお話だわ。そうだ、見せてあげようか。本当は人に見せるとマリーさんに叱られるんだけど、触っちゃダメだよ。まあみんな死んでるわ。そう、僕がみんな殺した。しかもみんな貼り付けにされてる。このカラスハゲは僕が編ましたんだ。お腹の大きなメスの蝶の羽をもぎ取って体だけを瓶に入れて人工的な光を当てておく。そして水で薄めた蜂蜜を毎日少しずつやる。やがて瓶の底に置いてある湿った脱脂綿の上に自分の見た夢の卵を見落とす。それが大きくなってこんな真っ黒なカラスハゲハになった。そしてやっと空を飛べるようになった頃、僕がホルマリンの瓶に閉じ込めて殺してやったんだ。まあどうして殺したの？これ以上長生きさせると姉がボロボロになって汚くなるだけだから。すごいね、あんたって。蝶々好き？私はクモの方が好き。クモ？でも本当は男の方がもっと好き。ねえ、まつげにホコリがついてない？どうして逃げるのよ。だって逃げなくたっていいのよ。お医者さんがこうするだけなんだから。坊や痛くしないから。ねえ坊や、ねえあんた孤独ってなんだか知ってる？こんな寂しいわ。マリーも帰ってこない。あんたは一人。そしてもう誰も外から入ってくる気遣いもいらないのよ。そして私は寂しいのよ。君頭が少し変なんじゃない？頭がそうよ、13の時にね、空からお月様が落っこってきたのよ。運の悪いことにちょうどこの辺にぶつかって、それからずっとこの世は闇。寂しくって寂しくって一人じゃとっても寝つかれないのよ。僕はまあなんて短いあんたの髪の毛。この世で一番短い地平線。私ね坊や、小学校の時に地平線の絵を描いたことがあるわ。画用紙に一本線を描いて持ってったら先生がね、地平線ってのはこんなに短くないぞって言うのよ。それで私その一本の線を画用紙の外へと描いて伸ばしていって、机の上からずーっとまっすぐ教室を出て廊下を横に行って校庭へと出てったの。一本の線を地べたに描きながらどこまでもどこまでもずーっと描いていくうちに、地平線ってのはこの世の果てまでも続くのかしらと思って心細くなっちゃって涙がボロボロ。ああ、長いもんなんて描くんじゃなかった。ごまかずきでも描いておけばよかったと思ったけど、もう手遅れ。それで地球を一回りしたの？まさか。私は何歳だと思ってんのよ。ちょうどいい具合にね、途中に木があったのよ。木がそう、ニレの木。その木の幹に私のクレヨンの地平線が巻きついたのよ。あとは描いても描いても一本の線はニレの木を回るだけ。とうとう絵の宿題を諦めてついでに学校もやめちゃった。地平線、今日はどこまで行ったやら。これが当時の心境ね。なんだかよくわからないけど。わからないけど感じるでしょ。この肩の線、この腰の線、マックス・ジャコブが詩に書いた。君の体のすべての線は僕の水平線なんだって。やめて。教えてあげるわよ。マリーさんに叱られるんだ。マリーに？マリーはおめえの上手だからやろ。動かないわ。こんなちっぽけな王様、こんな日当たりの悪い家族で南アフリカだろ、アマゾンだろって夢を見てるの前に人生ってものはどんなのか教えてやるのだ。てこでも動くもんか。あれはいいものよ。頭までズッキンズッキンする感じは一度覚えたらもうやめられない。応接間のファーブルも書斎のオデッセイもいっぺんで参っちゃうのよ。ほら出ておいきんばいバイカ。私の坊やに変な帽子を仕掛けるとただじゃおかないよ。マリーさんの声だわ。いかにも私はマリーだよ。懐かしい毛皮のマリーだよ。便所という便所、映画館、公園、自衛隊の宿舎から船乗りと船ホテル、
おかまならば誰でも一度は落書きしたことのある懐かしい名前のマリーさんだよ。そのマリーさんがお前に命令してるんだ。さあ出ておいき、インバイ。今私はインバイなんかじゃないわ。出ていけったらこのすべたおかま空っぽの牛乳瓶。さあお願いだから出て行って。本当にマリーさんが帰ってきたら大変なことになっちゃうから。じゃあ一緒に出てく。どうして？ここが好きだから。嘘よ、臆病なのよ。世界を見るのが怖いのよ。いつもドアをそっと開けて、その隙間からしか人生を覗き見できない自分が惨めじゃない。頼む、お願いだ。いや頼まれないよ、お願いでもないわ。私はあなたの長女よ。ここまで来たからにはただでなんて帰ったりするもんか。お願いだ、マリーさんが、お母さんが怖いのね。帰ってきてしまう。待ちましょう、一緒に。そして二人で見てやりましょうよ。あのヒヒババ、あの取り乱すところ。人生なんか脅かしっこの肝試しよ。嘘がなければ本当もなくなる。仮面がなければ本当の顔も見られないのよ。ほらもうダメだ。マリーさんが帰ってきた。すぐ出ていかないと叩き出すわよ、このインバイ。丸めて紙くずかごに落ちてて踏みにじるわよ、このすべた小娘。そして坊や、私が帰る前におとなしく一人でお休みなさいって言ったでしょ。寝る前にお祈りして、もし眠れなかったらこないだ買ってあげた星の王子様でも読むといいのよ。さあその梅毒持ちの蝶々を追い出したらベッドに横におなり、そうすれば母さんがまた子守歌を歌ってあげるからね。真っ暗になりました。だがコプラや亀は頭をもたげ、サソリは立ち上がる。探検は肉を切り裂くために身を輝かし、月は真っ赤に地獄を照らす。聖なる善は港町へ去り、後に残った男たちは片身の心臓の海に情欲の怒りを投げ求め合い、尾柱をこの手で熱くこすり合いながら、馬よりもたくましい死を死のうとする。腹渡を抜かれ、しかも召しいて船出を諦めたみすぼらしい弾痕の名もないおかも。私の悲しい歌を一つ聞いてください。これは戯れの幕愛狂言なのです。私だって馬よりもたくましい死を死にたいんだけど、この通りのしこめという悲しい現実があるわけなんです。しこめのマリーさんってみんなは言うわ。でも私ってお月様の物狂い、もうとことんまで覚悟はできてますのね。衣装が私の人格をこんなにも変えるとは思わなかった。あら、うまいこと自分自身にバカだもんだ。これ私にそっくりだ。しかも誰にも見せたことのない本物の私にそっくりでかしょ。これ鏡よ鏡、鏡さん、
この世で一番の美人は誰でしょうねと。ここではあなたが一番綺麗です。まあ本当？でも白雪姫はあなたの1000倍もお綺麗ですよ。私の1000倍も1000倍って言ったら 100×1010×100 999よりも上の数字で、その白雪姫ってのは一体どこにいるのかい？わかりません。それは遠い遥かな他国の森、あるいは落ちぶれた魂の約束の港、まだ見ぬ母のふるさとか、名もないバスへのゲーバーか。ではどこまでも白雪姫を探しに行きましょうか。それが私の夜への長い旅路なら、たとえ豚箱檻の中、安キャバレーに取り込むの刑務所まででも行きますよ。でも私ってバカね。ジン・ハローの映画見たことある？ジンのハローちゃん、本当によかったですね。100万人に愛されて映画の中でも何度も死んだ。そう、何度も死んだ。おまけに映画の外までも酔っ払って自動車事故で死にました。死に方は全部まちまちでそれぞれ別の名前がついていた。素敵よね、いいわよね、最高よね。何度も死ねる人は何度も生きられるんですものね。私なんだ簡単なものよ。シンプルライフよ。あんたたち一般大衆と同じ。一度くたばったらそれでジエンド。安い棺桶に入れられてこの間とかトントンって見られて変に満水時の音楽どころかお経の長さも料金分だけ。一度死んだらそれだからこうして変装して今になったり周りにいいになったり鬼人の松や八百屋お七になったりするの。せめて気持ちだけでも何度か死ぬために。それにしても早まったもんだ。毛皮のマリンになるくらいだったら白雪姫になるんだった。いっそ一思いにマリーを死んで生まれ変わるとしましょうか。なんだか台所が騒がしいよ。誰か見てきておくれ。ちょっとちょっと。はい、マリー様、すぐ参りますよ。また死に損なってしまいました。今度こそ本当に馬みたいにたくましい死を持ち合わせてえもんだ。
よく描けた。これはなかなかの大物だよ。こんなに鮮やかな形に取れるんだったら、鉛筆で輪郭をなぞったりせずにいっそ絵の具壺にでもどっぷりとつけて肉の魚拓にでもした方がよかった。さあもうおしまいだよ。下着をつけ、その熱い茎からみずみずしい樹液がこぼれないうちに。本当によく描けている。これは神様の最近作のうちでも傑作の一つですよ。今までいろんな男のものをこのテーブルの上に乗せて白紙の上に形取ったけど、こんなにたくましいのはなかった。縁取ってるうちに手が震えてくるなんてことはありませんでしたよ。スカスマリさん、こんなことなすって一体どうするっつうつもりですか？どうするって？まさかよそ者に見せびらかすっつわけでもなかんべっす。まあ明暗ね、椿画廊でも借りて展覧会でも開こうかしら。人がいっぱい集まるでしょうね。そしてこれを見ながらさまざまな妄想を抱くでしょうね。これはいわば名曲の楽譜みたいなもんだから、眺めていても感動しないけど、思い出すと頬が赤くなってくるという仕組み。外は雨が降ってるのかしら。ええ、半時間ほど前から。私は雨が大嫌い。雨と聞いただけで頭の蓋が緩んでくるんだよ。一日中ボケーっとして何もする気がなくなっちゃうの。なるほど。あんたも平気なの？ええ、なんとか。大がとてもたくましいのね。どうして？長えこと雨傘のセールスマンをしとったです。いや、でも4、5年も前の話でやんすから。雨傘のセールスマン、自然に逆らう道具を売り歩く男、ますますタフだわ。そんな。私みたいに運命に背中を吹かれっぱなしで歩いてきた女には、神様の雨に傘で立ち向かうなんて大それたことはできないんですの。は私って雨の物狂い、お月様の物狂い、あんたのための物狂い、そして私自身のための物狂いなの。せっかくこのマドロスとムードになってきたら雨が降り出したの。雨はお嫌いで。大嫌い。雨は神様のバルトリヒシ戦役ですよ。ネバネバしててえげつないわ。何とかしてほしいの。しかしあたしらは詩人として雇われておりますんで。詩じゃ雨を降りやめさせることはできないっていうのね。それほどの力はないっていうわけで。詩人は言葉で人を酔わせる酒みたいなもんです。時には言葉で人を傷つけたりすることもできる。よく磨いた言葉で相手の心臓をぐさりとやる。場合によっては言葉で人を殺すことだってできますが、雨だけはダメです。あいつばかりには言葉は勝てぬ。ご立派なもんだ。雪吊りの雨にはかなわぬ言葉で人を殺したりすることができるなんて思い上がった商売ですよ。その代わり気晴らしに美しい言葉で何かを褒めるというのはいかがでしょうか。いいわ。それで気晴らしになるというのなら、私がこのマドロスと愛し合ってる間、美しい言葉をそこら中まき散らしておくれ。七五調がよろしいでしょうか、それとも自由律がよろしいでしょうか。古典的なのがいいよ。できるだけ早朝なのが。風景を褒めましょうか、それとも人をたたえましょうか。私だよ。私をたたえておくれ。美しい言葉でじっくりと私のこの肌に磨きをかけておくれ。この黄昏に人よ、水について語るなかれ。テニスを歌って何になる。時こそ今は青春はただにマリーを嘆かせるのに。
ああ、マリーよ、その盗まれた立ち姿よ、その毛爪のくぼみに群れ舞う悲しき鳥たちよ、鎖を解き放っておくれ。港はあまりにも遠く、死者はあまりにも追いすぎた。ああ、マリーよ、小柱に釘付けにされて死んでいった昔の情熱よ。しいそこ青い伝説の空にそなたをたたえるためにバラを焚いて一筋の煙を立ち上らせることにしよう。ああ、マリーよ、憧れの番犬バレ殺し、刑務所で過ごした210日、火事の中での1台のピアノよ、触れて歌い続けるのは幻のステファーノだ。ああ、マリーよ、聖なるの様、感覚の地底地、そして20代々食べられた水気伝言のたまらによ、崩壊の豪華、死の力を降りてきて、嵐の大勢の動画を払ってやっておくれ。シャンパンでも飲む？シャンペン飲む。喉が火事なの、あんたのせいで。オラのせいでか？そう、あんたのせいで、あんたのせいでよ。やったー真夜中一目も恐れず引っ張り込んだだけの値打ちは十分あったわ。俺だってよ、こんないいもんだとは思ってもみなかった。もう離れられないわ。あんたも当分ここから出ていくことはできないんだ。またへんよ。うんと吠えてちょうだい。もっと野生的に。オラ来るぞ。そうか、俺のはそんなにいいか。初めてだ。行け行け大河。縮んじゃった。それにしてもマリさんよ、あんたどうして女なんかに変装したりすんだ。ちょんとした男ってもんがあんねんねんか。それはあんたが入れ墨してんのと同じことよ。どうしてそんなもの掘るの？綺麗な肌がありながら、ちゃんとした男でありながら男であるだけで飽き足らず、警察官を演じたり、名乗りを演じたり、思想家を演じたり、フットボール選手を演じたりする人がいっぱいいるっていうのにおかしいじゃありませんか。女を演じるのだけを好奇の目で見るなんて。好きやつね、マリさん。船乗りやおまわりさんってのは食うための職業だ。実業っつもんだべ。私だって全然4回よ。おおでもお金になるかどうかにの次の問題で、人生ってのはどうせ一幕のお芝居なんだから、私はその中でできるだけいい役を演じたいの。芝居の装置は世の中全部。テーマはたとえ祖国だろうと革命だろうとそんなことはしちゃいないの。役者はただ自分の役柄に化けるだけ。これはお化け。化けて化けてとことんまで化け抜いて、お墓の中で一人で拍手喝采を聞くんだ。お墓の中で拍手喝采は聞けねえぞ。聞こえてくんのは寂しい木枯らすだ。あら、木枯らしだって素敵じゃないの。あれは木の拍手、風の喝采よ。この野郎、いやー、この野郎。ほら惚れた。だけどもよ、世間の人はあんたのことをなんつって噂してるか知ってっか？知ってるわ。
オカマ、ホモ、男色、ゲイ。他のもまだよ。まだなんて。変態。そう。世間の人は私のことを自然じゃないっておっしゃるよね。作り物で神様の意志に逆らってるって。でもそういう人に限って庭に花の種をまいたりすることは平気なんだ。神様とまるで無関係の一袋20円の種なんぞまき散らして、それが自然を冒涜しているなどとはつい思わない。いいえ、どうせ人生には自然のままでいいものなんて一つもありゃしないんだよ。お、あれは。あれは私の一人息子ですよ。私が16の時に生まれました。生まれた。ええ、私はあの子の母親なんです。お母さんなんですよ。まさか。そうか、それもスパイだと言うんだ。そう、人生の役回りとか言うんだべ。よく言いました。役回りです。その通りです。しかもかなりの当たり役で、お互いに本物の親子そっくり。幻滅し合い、憎み合いながら生活しているんですよ。で、あの子の本当の母親は死にました。死んだ。ええ、もちろん私が殺したんです。さあ坊や、詳しく話してあげるから、もっとこっちへお寄りなさい。また。お知りになりたい詳しいお話。まあ、聞けよ、見てゆっくりな。話するなら今よ。今しかないのよ。薄汚い身の上話、呪われた純情詩集、もう何べんも話したのですっかり要領よくまとまっている私と一人息子の悲しい因果話。私は片隅の大衆食堂の娘なんですよ。生まれは五反田か蒲田あたりで、土佐椿行くコンクリート道路に面したガタピスの安食堂。朝からレコードは鳴りっぱなし。私そこでお店手伝っていたんだけど、他の店員さんはみんな女でしょ。いつの間にか私一人だけ差別されるのが嫌になってきたのね。お風呂も一番後、寝るところも一人だけ別々。醜いアヒルの子じゃあるまいし、おちんちんがくっついているというだけのむごい仕打ち。ああ、こんなマルハのウインナーソーセージみたいなものがなかったらどんなにいいだろうと、挟み片手に泣き明かしたよ。もう一夜ならずに朝むい。上だ。ところがお店に金城勝子という店員がいて、その子がとっても可愛い子だったの。その子が一人だけ私に親切で、私にブラジャーだのセーターだのいろんなもの貸してくれたんで、私いつの間にか女になりました。私真剣に生理の時にはタンポンとナフキンとどっちがいいのかしらとか、お花少し高くした方が似合うかしら、それともこのままでいいのかしらとか、さつまいもが好きになれないのは女としての修行が足りないんじゃないかしらといろいろ考えたわ。たった一冊の女学生の友を2人で回し読みしてお風呂まで一緒。ようやく一人前の女の子になりかかったのが私としては16の秋ね。でもあの女、金城勝子はだんだん私の方が女の子として魅力が出てきたことにやきもちを焼くようになってきた。そう、あの子と来たら顔の印刷が少しずれていて、言葉はひどいズーズー弁、一目で奥の細道と分かるやぼったい子だったので、私の美貌が気になりだしたわけなのよ。これはとんだ白雪姫の物語で、その子今まで私に優しかったのがだんだん私を邪魔にするようになってきた。鏡よ鏡、鏡さん、この世で一番ツリーなのは誰と勝子が聞くと、鏡は辺りをはばかるような声で答えたもんだ。
それはマリちゃんです。この世で一番きれいなのはマリちゃんです。すると勝子は、マリは男よ、マリは女でないのよ。でも鏡は首を振るだけ。それはマリちゃんです。それはマリちゃんです。マリちゃんです。勝子はその鏡を真夜中にコンクリート道路まで捨てに行きました。やがて長距離トラックがやってきて、それを粉々にしていってしまいましたが、その世の勝子の目ときたら、まるで何億光年も向こうの星のまばたきも見逃さずというほどにつり上がって燃えていました。あくるよ、私がお布団へ入っていると、勝子がそーっと入ってきました。私は腹ばいになってリボンの騎士の出現、今や遅しと漫画本めくっていると、勝子の手がそーっと私の清水の上からお尻の上のあたりをゆっくりと撫で回すんです。ちょっとした夢の中の散歩ね。私としたことがついうっとりして、両足をこう少し広げたら、勝子の手が滑り込んできて、清水の下の素肌に触れて、下から魚でするようにして、私の一番感じやすいところを探し当てようとするの。そうまるでひばりの巣から卵を盗む時みたいに息を詰めてすごく真剣。あなた赤くなったりすることないのよ。触られてんのは私なんだから。そのうちだんだん私も気持ちが良くなってきて、かっちゃんと言って抱きつこうとすると、あの子は自分の体を少しずらして私の手が届かないようにするので、私ついにたまりかねて地声を出しちゃったのよ。ああ、かっちゃんたまんないよ。探し物がやっと見つかった時みたいに飛び上がって電気をバッとつけたわ。そして大声で叫んだんだ。地獄だよ、地獄だよ、周りの彼らを見てごらん。一斉に飛び起きてきた女店員たちの前で、前を押さえている私は化け損ねた狐、生の波打ち際をさすら悲しい流しの歌うたって様だった。勝子は充血した目で私のそれを指さしながら、これで女の子なんだって、これで女の子なんだってと火事のように交渉し、みんなもどっと大笑い観察し、私はいたたまれず夜の大通りへ飛び出していったわ。そしてその夜、私は復讐を誓ったの。どうして勝子を私と同じくらいの恥ずかしい目に遭わせてやろうか。もっとも女ならではの恥辱は何だろうか。分かったよマリさん。さっきドアの外で歌った子はあれあんたの子なんだべ。私の子なんだ、あんたの子なんだ。あんたその憎ったらしい勝子とがいう女を強姦して妊娠させたんで、生まれた子を引き取ったんだ。母親への憎悪を植え付けるためにあの子のドアの外に板を植え付けて、監禁同様仇討ちしてるつうわけなんだべ。つまりあんたあの子のテテ親なんだ。嘘ですよ。あの子は赤の他人ですよ。私が自分で勝子の体に触ったりなんかするもんですか。食堂の常連の
ニコヨンに金をつかませて強姦させたんですよ。京浜と北線の線路の上で。夏の日盛りで勝子は随分出血がひどかったけど、そのうちだんだん良くなってきて、その労働者の背中に爪を立てて身震いしていたわ。私はそれを草の茂みの間からじーっと覗いていた。そして勝子の表情というよりは女そのものの表情をそっくり盗んでやるためにやがて勝子は妊娠しました。そして高温で難産で死にました。私は赤ん坊を引き取って育てました。男の子だったけど、これからじっくりと手間をかけて女にしちゃうの。ひどいグズだけど心は純粋。まるで小鳥のようにみずみずしい坊や。だから私はそれをこう私の手で作り変えて、今にセックスの物を捨てる肉のくずかごにしてしまうつもりなんだ。本当か？マリさんよ、嘘言ってダメよ。世界は何でできているか考えたことある？マドロスさん。表面は大抵みんな嘘でできてるのよ。牛肉の缶詰のレッテルだけの話じゃない。人生ってのはみんなそう。表はみんな嘘だけど中は本当。中は本当と思うには表は嘘だと言わなきゃならないね。そうでしょ。魂が永遠を後悔するためには体の方はいつもから騒ぎ、いつでも2つの追っかけっこで、じゃんけんで負けた方が嘘になって本当を追いかける。歴史はみんな嘘。去ってゆくものはみんな嘘。明日来る鬼だけが本当。これでおしまい。私の身の上話を。C'est qu'on l'appelle, même en été, elle a sur le dos son sacré manteau, il est bouffé au mythe, et quand elle a la cuite, elle ne peut pas s'empêcher de raconter que la vie était belle, qu'elle portait des dentelles, et tous les hommes, oui, tous les hommes étaient fous d'elle. お母さん。Qui s'est mise à pleurer, et son secret trop lourd pour elle, dans un bistrot me l'a confié. 何もない。もう何もない。いや、おい荒れてんのね、随分と。何もない。もう何もかもなくなってしまったんだ。どうしたのよ一体。ひど顔色が悪いよ。それにまあ蝶々こんなに散らかしたりして。もう美しくない。ちっとも美しくない。そんな蝶々なんか。趣味なんて変わるものよ。人間のすることですもの。違う。
誰にも会わなかった。入ってくるとどうして母さんに見つかったら大変だから。母さんなら隣の部屋でスイフといいことしてたわ。今通ってくるときにドアの外まで声が聞こえてた。猫みたいに喉をゴロゴロ鳴らしてんのよ。壊してやる。怖いな。壊してやる。母さんのやってくる前に何もかも壊してやるんだ。母さんがやってくる前に壊してやるんだ。どうして復讐だ。僕にはまるで知らない世界だ。そう、何も知らないうちにどんどん進んでいる。南米アマゾンの大草原、死んだ蝶々、テーブルの上をたった70センチくらいの旅路。行こうと思えば10秒もかからず行ける部屋の隅から隅まで。そのくせなんだかとても果てしない。お母さんは僕を憎んでいる。僕は一人ぼっちなの。だから来てあげたんじゃないの、私が。どこから？世界の一番遠いところから。何しに？水臭いわね。あんたが好きなの。僕があんたを誘い出しに来たのよ、この化け物屋敷から。ここはとてもあんたなんかの住むところじゃないわ。表面はすごく高っぽいけど、よーく見ると虫食いと埃がいっぱいよ。蓄音機の中にはアブラムシがすくってるし、豪華な洋服ダンスの中は空っぽ。しかもあのヒヒババアと来たらとてつもない怪物なんだから。でも外へ出ればこんなんじゃないわ。空は青いし冒険だっていっぱいある。冒険が。さあ出て行きましょう。どこへ？ここは鬼だ。かくれんぼの鬼だ。どこへだっていいのよ。こっから逃げ出しさえすれば。逃げるって。僕が行くとみんな僕は探す。けれどみんなはなかなか見つからない。出て行くのも帰ってこないのよ。こんな足明けにはさよならおばらまくの。でもみんながいなくなった後、夕暮れの街を僕はたった一つの桃を両手で温めながら、もういいかい、もういいかいと心の中で呼びながら、あ、ぐずぐずしてる時じゃないのよ、あなた。ここは化け物屋敷で、外に逃げると外にはもう怪物はいないんだね。外は素晴らしいわ。扇風機じゃなくて本当の風が吹いてるんですもの。外にはもう怪物はいないんだね。ええ。君は男？男それとも女？私あなたを好き、愛してる。僕とってもあなたに見せてあげたいのよ。世界やその中にきらめいてるいろんなものを。サーカスだの、夜店だの、色鉛筆だの、スポーツカーだの、お祭りだの、劇場だの、花火だの、蝶々の100倍もあるような飛行機だの。そしてあんたがまだ一度も経験したことのないあのこと。あのこと快楽。快楽。やめて。母さんがやってくる。今日やってきたって、あのヒヒババは本当あんたとは何の血のつながりもないんだから。何のつながりもない。そうだ、何のつながりもない。だったらいらっしゃいよ、私の横に。それともまだあの豊島のおかまが怖いの？怖いもんかないか。怖いもんか。叱られる。叱られる。誰に？毛皮のマリンに、僕のお母さんに。震えてるのね。あなたの目の前に今世界が薄目を開きかけてるのよ。さあ目を閉じて私の言う通りにして。ここはどこ？南アマゾンの川のほとり？それともインパールの高原？見たくない。本当は何も見たくなんかないんだ。でも見なきゃダメよ。どうせいつか見ることに決まってるんだから。真っ暗だ。何も見えない。本当？いや、見えるぞ。何もかも嘘で塗り固められた一つの世界だ。そこで僕はとても老けている。
今よりもずっと老けている。ドライフラワーに日の影、もう誰も歌わなくなったサラレンダーの古いシャンソン。お母さん、あんたはすでに死んでいる。僕はそのお母さんの仲間入りのために白い花を買いに行くところだ。目を開けて、私を持ってるの、私が誰だかわからない。汚い負け損なったクズなんか。やめろったら、愛してるのよ。あなたが欲しい。何も言うな。何も見たくなんかないんだ。愛してなんか欲しくないんだ。終わったぞ。これ全部の標本を作らなきゃな。そうだ、本当のお母さんも探し出してそれも標本にしてしまわなきゃ。なんて散らかしてあるんだろう。蝶々に恋に、それにまあ女の子まで。ちょっと誰が来ておくれ。今がてんてこまいしてますよ。はい、マリーさん。金谷はどこへ行ったの。すぐに連れてきておくれ。そして片付けるようにと言ってちょうだい。母さんは何事も散らかしっぱなしにしてはいけないとしつけてあるはず。蝶々も恋も女の子も全部元通りにするようになさいってね。まああの子と来たら何一つ世間知らずで人生ってものを勉強していないんだから。はい、マリー様。どうしたの。金谷をすぐ呼び戻すように言ってるんですよ。それがそれが金谷様はもう出て行っておしまいになりました。多分もうお帰りになることはありませんでしょう。出て行った。出て行ったって帰ってくるんですよ。あの子はどこにいたって
たとえ地球の向こうの一番遠い星の上にいたって私が呼びさえすれば必ず帰ってくるんですよ。私たちは母一人子一人なんですからね。キヤ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 帰ってらっしゃい。帰ってきた。私の言った通りだろ。ダメじゃないの坊や。こんなにいっぱいお部屋を散らかしてきれいにしなきゃダメだって言ったでしょ。言うこと聞かないともう情緒を飛ばしてあげます。さあ坊や、お前に町でとってもいいお土産を買ってきてあげましたよ。お前はこれからとっても綺麗な女の子になるんですよ。さあよく似合う。母さんが思ってたのとそっくりだ。綺麗だよ。綺麗だ。はあ、綺麗だ。さあ、綺麗だ。口を開けて。かわいい。かわいいよ。さあ、こっちを向いて。母さんの顔をよく見て。どうして泣いたりなんかするの。坊や、お前は今にこの世で一番きれいになるんですよ。